FX のオクトレーダーはどんな手法を使う？実際に見た時の感想。FX をやっている人なら誰でもオクトレーダーに憧れますよね。そんな FX のオクトレーダーですが、使っている手法に興味ありませんか？昔の私はオクトレーダーの手法にものすごく興味がありました。そんな時に、とあるオクトレーダーの方と知り合って、その人の手法を見せてもらったことがあります。そこで今回は、FX のオクトレーダーの手法を見せてもらった時の感想などについてお伝えしていきます。FX のオクトレーダーの手法はどんな手法？昔、私が偶然知り合った FX のオクトレーダーの方に手法を見せてもらったところ、その手法というのは、普通の順張りの手法と短期的な逆張りの手法、この2つでした。しかも、この2つの手法というのは信じられないほどシンプルでした。普通の順張り手法。まず、普通の順張り手法ですが、例えば、このチャート画像の黄色丸で買うような手法です。これを見ればわかるように、至って普通のトレンドに沿った押し目買いですよね。こんな手法が FX のオクトレーダーの手法なのです。最初、私はこの手法を聞いた時に、多分嘘ついてるな。こんなんで勝てるわけない。なんてものすごく疑っていました。億を稼ぐトレーダーには絶対に何か秘密があるはずって思ってましたから。でも、実際にトレードをしているところも見せてもらったのですが本当でした。しかも、この方は移動平均線などのテクニカル指標を一切出しておらず、水平線とチャートの形だけでガンガントレードをしていました。秘訣は、ポジションの積み増しにあった。その方の場合、シンプルな手法を使いながら、ポジションをどんどん積み増していました。例えば、このチャートを例に出してみると、まず一つ目のポジションを持って、それが含み益になったら、押し目ポイントで買いますのです。さらにそこから含み益が乗っていくにつれて、押し目ポイントでどんどん買い増していきます。そして最後に、チャートが伸びきったところで一斉にドカッと利食いです。こんなトレードをひたすら繰り返していました。これを見た時に初めて、確かにこの手法なら億は稼ぐだろうな、と思いました。だって、この方の場合、1回のエントリー枚数が100万通貨です。そこからどんどん積み増していって、最終的には500万通貨以上でトレードをしていました。そして、取る利益は200ピップスから300ピップスぐらいなので、1回で1000万以上稼ぐわけです。ということは、これを月に1回やるだけで億を稼ぐことになりますよね。さらにこの手法のすごいのは、超損傷利大なことです。例えば、最初に100万通貨のポジションを持ってから逆行されたらすぐに損切りをします。だいたい損切り幅としては、マイナス30ピップスからマイナス50ピップス以内でした。でも、利食いをするときは、ポジションを積み増して500万通貨にしてから200から300ピップスで利食いです。ということは、損切りをしたときはマイナス30からマイナス50万、利食いをしたときはプラス1000から1500万となるので、恐ろしいまでに損傷利大ですよね。しかも、この方法を8通貨に対してとかやっていたので、信じられない利益になりますよね。こんなトレードをしていたら、億を稼ぐトレーダーになれるのが簡単に想像できますよね。ちなみに、毎回このようなトレード結果になるわけではないって言ってました。ポジションを積み増している途中でレートが戻ってきてしまい、そこで終わることの方が多いそうです。最後まで利益を絞り取る方法は、月に1回から2回あるぐらいだって言ってました。それでも、月に1回か2回あるだけで、一撃で1000万オーバーなので、やっぱり年間で1億はいっちゃいますよね。このような感じで、FX で億を稼ぐトレーダーの順張り手法は、至って普通なんだけど、ポジションのさばき方が抜群にうまかったです。短期的な逆張り手法。次に、億トレーダーの短期的な逆張り手法ですが、これも単純な手法でした。ボラティリティが出ていて、強めに下がったり上がったりした時に、単純に逆張りをしているだけでした。これはどちらかというと、スキャルピング的な感じでした。だから、逆張り手法に関しては、利益は伸ばさずに、伸びたところをサクッと取りに行っていました。ただ、逆張り手法のすごいところは、1回のエントリーで500万通貨とかのエントリーでした。1回で10ピップス前後を抜くので、50万ぐらいの利益をひたすら繰り返し取っていました。しかも、逆張りポイントもすごく精度が高くて、
ほとんど負けてませんでした。損切りになるとしても、必ず5ピップス以内で切っていたので、逆張り手法も総勝利台でした。ちょうど私が見せてもらった時は、この逆張り手法だけで1日に100万稼いでいました。しかも、さらに恐ろしいのは、逆張り手法で取りまくってから、トレンドが転換したと判断すると、そこから順張り手法に切り替わるのです。だから、この奥を稼ぐ方の場合、トレンドの初動から終盤の方まで利益を引っ張ることもしていました。相場の格言に、頭と尻尾はくれてやれっていうのはありますよね。でも、その方曰く、頭も栄養価が高いので、しっかり全部いただくって言ってました。このようなトレードを見たときに、手法自体は本当に単純でいいんだなって実感しました。違った部分は、相場感がとにかく抜群だったので、ポジションを増やすタイミングが神レベルでうますぎました。あとは、躊躇せずに大きなロットを突っ込めるところも次元が違いました。億トレーダーの手法を真似した結果、私が見た億を稼ぐトレーダーの方の手法があまりにも単純だったので、これなら自分にもできそうだな、なんて思って真似してみたのですが、ボロ負けでした。いくら単純な手法とはいえ、全体の流れを把握する力、サポレジの強弱の判断、押しや戻りを作る時の流れ、といったものを正確に判断できないと、やはり結果は出ません。当時の私はこれらのことを理解できてなかったので、単純な押し目買いや戻り売りでも負けやすいトレードをしていました。だから、真似をしても全然勝てなかったのです。手法作り自体はいろいろやるのもあり、FX の億トレーダーの手法を見て、あまりのシンプルさに衝撃を受けたわけですが、その方が言っていたのは、手法をあれこれいじくり回すのも、それはそれでいいことだから、いろいろやってみるといい、ということでした。その方も、あのシンプルな手法にたどり着くまでに、とにかくいろんな手法を試したそうです。いわゆる聖杯探しってやつです。FX で手法の聖杯探しって、一見ダメなように見えますが、自分であれこれいじくり回すことで、使えない手法ばかりができます。こうなると迷走しがちなのですが、それでも続けていくと、そのうち、使える手法がポンと出てきます。そしてその時の手法というのが、シンプルな手法に行き着くわけです。だから、自分でいろいろと手法探しをすることは、実はいいことだと言っていました。私自身もその通りでした。FX で勝てない頃は、いろんな手法を試してみては、うまくいかないとすぐに捨てて、次の手法探しの旅に出ていました。そんなことを永遠と繰り返し続けた結果、いろいろと遠回りしたのですが、たどり着いたのは、トレンドに沿った押し目買いと戻り売りの手法でした。こんな手法って、FX を始めた当初に覚えるような手法ですよね。だったら最初からその手法を使っておけよ、なんて思うのですが、当時は勝っている FX のトレーダーって何か秘密があると思っていたので、素直に単純な手法が使えなかったんですよね。結局、あれこれと手を出したことで自分に合った手法が見つかったので、手法探しに迷走するのも仕方ないと思います。ただし、手法を試すにしても、徹底的に試すことが重要です。昔の私みたいに、ちょっとやって次、みたいなことをやっていたら、いつまでも自分に合った手法ができることはありません。とことんやり尽くした結果、自分に合う手法が見つかるのです。やっぱり何でもそうですが、自分で経験して納得しながら進んでいくのが一番です。億トレーダーの生活ってどんなの？億トレーダーの生活と聞くと、すごくいい生活してるんだろうなって思いますよね。もちろん、そういう方もいますが、私が会ったその方は全然普通の生活をしていました。その方は家族持ちだったので、家自体は FX で稼いだお金で買ったそうです。それ以外は、至って普通でした。外食をする場合は普通のレストランだし、基本は奥さんが家でご飯を作って、それを家族で食べているみたいでした。話をしていても、本当に普通な金銭感覚でしたから。FX の億トレーダーの生活ってこんなもんって肩透かしを食らった気分でした。ただ、その方は車やバイクが好きだったので、ガレージを作ってから旧車や古い会社を買っていじって遊んでいました。お金を使うとしたらそのぐらいで、高級なタワーマンションに住んで、毎日美味しいものを外食するようなことは全然していませんでした。ここは人による部分が大きいですが、
私が出会った億トレーダーの生活は手法と同じで至って普通でした。あとその方は8月は自分に合わないからトレードは全くしないと言っていました。だからその時はマイクでいろんな人に会いに行ってずっとお酒を飲んでいるそうです。1ヶ月丸々トレードしないのに億を稼ぐトレーダーってやばいですよね。この点は羨ましかったです。まとめ。今回は FX の億トレーダーの手法を中心に色々とお伝えしてきました。私が出会った億トレーダーの手法は至って普通のものでした。最初は絶対に嘘だと思ってましたが、実際に稼ぐ場面を目の当たりにして、手法はシンプルなものでもいいことは実感できました。ただ、ポジションのさばき方が抜群にうまかったので、このことから手法はシンプルでも資金管理やポジションさばきをうまくやれば、FX で結果を出すことは可能だと分かった体験でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。